だよ、ほらすげえな。この動画は巨樹巨木自然樹形研究会の提供でお送りします。2024年を迎えたばかりの1月7日、茨城県某所の巨樹巨木自然樹形研究会の培養所にて路地植えの巨木さつきの鉢上げを行いました。今回鉢上げしたのは紅色の細弁先で特徴があり、木作りのしやすさから盆栽仕立てでも人気のある金彩。400年以上前の文献にも記載があり、さつき愛好者なら誰もが知る人気品種です。ここから行っちゃっていいですか。そうでした。はいはいはい。また横にしないで縦に掘ってって。はい。先端は。おお。針になってる。ああでも細くなってる、ね。めちゃめちゃ重たいですよこれ。ああそうですか。めちゃめちゃ重たい。もうちょいやって。はい。もうちょい。はい。いいよ。そこでいいよ。切れてるから。2003年頃に幹の周囲30センチほどの木を現在の場所に植え付け、およそ20年が経過しました。当時ここまで大きくなることは想定していなかったので、このままではビニールハウスから出すことができません。苦肉の策ですが、ビニールハウスのフレームを3本カットし、クレーンで吊り上げてビニールハウスから出していきます。いい感じです。大丈夫大丈夫。おはようございます。おはようございます。おはようございます。巨樹巨木自然樹形研究会では枝の剪定は年に一度だけ。伸びた芽から良い芽を残し枝を作ってきました。この20年間、針金で曲付けすることは一切せず、全てハサミ作りで仕立ててきました。針金を使わず時間をかけて作られた枝は枝元が太く力強く、苔順の良い枝になります。厳しい動きができることも魅力です。枝の剪定から1年が経過し、現在は伸び放題。手入れ前の樹高は110センチ、木幅は170センチにもなります。そして気になる幹回りは75センチ。金彩ではトップクラスの太さでしょう。実はこの木は路地に植え付けてから約10年後の2014年2月に発生した大雪の被害でビニールハウスが倒壊し、樹幹部を大きく損傷しています。一時は修復不可能かと思われましたが、手厚い手入れで傷口は修復し、樹幹部も違和感なく作り変えることができました。平成15年だから俺が植えたのが2000年で、平成15年2003年。だから作ったのは2000年ぐらいの。終わってなくて、塚田さん知ってる？塚田さん、はい。あの人のは俺切ってやったんですな。でそれのダチンでもらったの。あ、そうなんですか。これ面白いの。その時どのくらいの木だったんですか？あ、30センチぐらいの。で太い枝が塚田さんは嫌だっつって、これもらったの。でこれが一番太い枝だったの。あ、そうなんですか。その時。だから一番太いの枝が。あ、その時から枝は太めだったんですね。みんな昔ってこれ切ったんだもん枝。太い。その時俺のとこへ。ほんでもここは細いのだけど、俺に太い枝みんな3本か。3本だ。3本だ。3本もらったの。それの中の1本。あ、そうですか。だよな。これは枝の作り方でこれだけ太るってことですよね。今までの。これ伸ばしてこうやって。伸ばしてね。じゃなくて伸びないよ。太んない。伸ばすと太るっていう。そう、さつきはやっぱね、樹種によって切り方は当然変わってくるし、幹の太り方も枝の伸び方も違うじゃないですか。金彩で注意することって何かあるんですか？
飯くれだけだよな。あ、火のやりすぎ。卵の分ですうん枝あと、ここへさ、なんすか？枝が卵を。卵のだから結局保険じゃなくてこっちに強くするとここが太っちゃって元が細くなって逆になっちゃう。そうなんですか。枝先が太りやすい。そうそうそう。あ、じゃあメカいっぱいつけると苔順できないんですか？枝の苔順が。そうそうそう。保険人作るのが難しい。逆になっちゃう時が結構ある。あ、そうなんですか。そこのとこだけ太っちゃう。ここへさ、いっぱいつけちゃうと。そしたらこれ、ここが太っちゃうんだよ、ここだけ。こういうとこだけ。だから、ここちっちゃくこう引っ張るとか、引っ張るときは。弱めに切り替えていかないと、どんどん強めに切り替えるとそっちが太っちゃって。あ、そうなんですけど。この小菜は、ギャッパがねえの。チューッと出るだけで、それ。みんな切り替えて、次の。ね、鼻毛も気にしながら作っていかないといけないから大変ですね。これは組み込まった方がいい。鼻毛はバッチリ。なるだけこれをちっちゃくしねえと、ちっちゃくしてやんねえと、ダメなんです。ここが太っちゃうの、これが。これ来年でブワーンって伸ばしたら、これが太ってきた。なるだけこうちっちゃく。これ、こうでいいんだよ、これ。こうちっちゃくていいんだよ。ちっちゃくしてやんねえと、今度ってここが太っちゃうんだよ。そうすれば、ここが太ってくるんですよ。これが。ふわーって。見れば分かったよ。さつきは品種によって枝の伸び方や幹の太り方などが異なります。効率よく仕上げるには品種の特性を知る必要があります。金彩は枝先の芽が強くなりやすい特徴があり、枝先に芽数を多く残しておくと枝の先端が太ってしまうことがあります。枝は先端に行くほど細くなっている方が美しいので、先太りの枝は美しくありません。金彩の剪定をするときは枝先の芽数はできるだけ少なくするように剪定します。作ってるうちは芽数少なくしたのです。そうすればみんなこれが見えるようになってできていく。枝の骨組みは露地で培養中に作ってあるので、今回の剪定では枝先の芽数は2本程度にします。春になって枝葉が充実してきた時をイメージして、枝の動きを隠してしまいそうなところや重くなりそうなところは大胆に切り詰めます。でこういうとこからみんなこれが見えてくる。やっぱね、この枝だと見せたいですよね、この枝ね。こういうのがこっちから見ると、こらから落ち枝でも取ってやっと、できれば向こうへさ落ち枝を取ったのがいいけど、向こうの後ろ。後ろにね。でもどこへでもちょろちょろっていうのはどこへ取ってもいい。そこから行くんだ。小さく小さく。こうやって切るようにできるんだこの木。なんだこれすげえな。すごいな。自分で取って自分で掘り掘りとるんだよ。なんじゃこりゃ。さつきには下部の枝が強く樹幹部の枝が弱いという特性があります。これから出る芽の勢いのバランスを整えるため、下部の枝は少なく樹幹部の枝は多く残すように剪定します。さつきは弱酸性の鹿沼土で植え付けます。露地ではサラサラとした赤土を使用しているため、掘り上げた木は全ての土を落とします。根を多く残すことを意識しながら、特に粘りの際の土を丁寧に落としていきます。この木は細かい根が少なく、根もあまり絡み合っていないので簡単に土を落とすことができました。
幹や枝の汚れ、根の細かい泥を高圧洗浄機で洗い流します。幹や根を洗い流すと、裾の広がった素晴らしい粘りが見えてきました。植え付けに使用する木箱は手作り。内寸で幅80センチ、奥行き60センチの特大サイズです。これやんないとあれですよ。根の隙間に空間があると新しい根は伸びてきません。植え付ける前に木を逆さまにして木の真下の部分にあらかじめ鹿沼土を入れておきます。すげえ入るね。入るよ。あんだけ金がつが出たんだから。やばいねこれ。少し水かけねえと。なじまない。怒っちゃうから。ちょっと待ってね。だからゆっくりな。ゆっくりゆっくり。食べないから、こっちからいいよ。せーの。水切ってから落ちない全然。違う。すごいね。ここまで来れば大丈これは大変だ。一回ないいけどな。大変だな。大変だな。来たね。よく下入れるんですけど、どこに。よし、大体入った。鹿沼土をしっかり入れ、表土に乾燥防止の水苔を乗せて作業終了です。ビニールハウスを壊しクレーンで吊り上げるほどの大型盆栽。さつきを大きくすること、太らせること、巨木のような枝作りを追求してきた巨樹巨木自然樹系研究会の真骨頂。この巨木に金彩の花が咲くのが楽しみです。以上、巨樹巨木自然樹系研究会による巨木金彩の鉢上げでした。